新年明けましておめでとうございます。ケンです。今日は新年1本目ということで、2026年テスラはどこへ向かうのか、今日はこのテーマを期待ではなくって条件、ここで整理をしていきたいと思います。昨日2025年のまとめの動画をアップしましたが、その動画ではテスラは EV 企業としては苦戦した一方で、AI 企業としてはスタートラインに立った年だったっていう話をしました。では、その先にある2026年はどうなるのか、ここで重要なのは夢や希望を語ることではありません。2026年はテスラが成功する年でも失敗する年でもないんです。分岐点になる年となります。今日はその理由を具体的な条件とともに見ていきたいと思います。まず最初に2026年をどう位置づけるべきなのか、ここを整理しておきます。多くの人は2026年に全てが完成することを期待しがちです。ロボタクシーが街中を走り、完全自動運転が当たり前になり、AI が収益の柱になる。しかし、現実はそこまで単純ではありません。2026年は結果が出る年ではないんです。ただし、どの方向に進むのか、これが見え始める年となります。つまり、このまま AI 企業として前に進むのか、それとも構想止まりで停滞するのか、その分かれ道に立つのが2026年だと考えています。では、最初の条件から見ていきます。一つ目は、ロボタクシーとサイバーキャブについてです。ここでよくある誤解があります。それは何台走るのか、いつ量産されるのか、これが重要だという見方です。僕はそこは本質ではないと思っています。2026年に本当に見るべきなのは台数ではなく許認可です。どの都市で、どの範囲で無人運用が継続的に認められるのか、この一点です。仮に台数が少なくても構いません。1都市でもいいですし、1エリアでもいいです。重要なのは事故やトラブルが起きた時にその運用が止まらずに制度として維持されるかどうかなんです。もし2026年にここでは無人のロボタクシーが日常的に動いていますっていう場所が一つでも生まれれば、それは大きな意味を持ちます。それはロボタクシーが未来の構想ではなく、社会インフラの候補になったというサインとなってくるからです。そして次に2つ目の条件です。それが FSD のアンスーパーバイズド、つまり監視なしの FSD についてです。ここでも技術的な完成度ばかりが語られがちです。確かに技術は重要です。しかし2026年に問われるのはそこではありません。見るべきは一般ユーザーが使えるかどうかなんです。一部のテストドライバーや特定条件下で動くかどうか、それよりも普通のユーザーが日常生活の中でストレスなく使えるのか、ここが評価基準になってくると思います。監視が本当に不要なのか、エラーが出た時の対応っていうのがどうなっているのか、事故が起きた場合の責任設計はどうなっているのか、2026年に重要なのはできるではなくって使われているかどうかなんです。もし FSD が一部の地域であっても、これは日常で使えるという認識される段階に入れば、市場の見方っていうのは一気に変わってくると思います。逆に技術的には進んでいても、使う人が限られている状態が続くならば、評価は慎重なままでしょう。そして3つ目の条件は、エネルギー事業とオプティマスです。ここは期待が先行しやすい分野でもあります。だからこそ冷静に見る必要があります。エネルギー事業についてはすでに成長しているのは事実です。しかし2026年に見るべきなのは売上の大きさではありません。それは継続性と再現性なんです。特定の四半期だけ数字が伸びた、特定の地域で大型案件が出た、それだけでは評価は変わりません。複数の四半期にわたって同じような成長が繰り返されているのか、
ここが重要となってきます。オプティマスについても同じです。派手なデモや動画よりも限定的でも単純作業でも実際の現場で継続して使われているのか、この一点を見ていくべきだと思います。2026年はすごそうな年ではなくて、地味だけど続いているかどうか、これを見る年となってきます。はい。ということで、ここまで3つの条件を整理してきました。ロボタクシーは台数ではなく許認可、FSD は技術ではなく利用実態、エネルギーとオプティマスは規模ではなく継続性、これらが揃ってくるかどうかで、2026年以降のテスラの評価っていうのは大きく分かれてくると思います。もし条件が揃えば、テスラは AI 企業として語られる会社から実装されている会社へと移行していきます。逆に条件が揃わなければ、市場は冷静になります。それは失敗ではありません。期待が現実に追いつくまで時間が必要だという判断になります。では、最後に2026年を見るときの視点についてお話をします。2026年は株価を見る年ではありません。ニュースの見出しを見る年でもありません。条件が満たされているのか、それを淡々と確認する年となります。無人のロボタクシーが制度として成立しているのか、FSD の監視なしバージョンが実装し、一般ユーザーに使われているのか、AI やエネルギーが継続的に積み上がっているのか、この視点を持てるかどうかで、投資判断もテスラの見え方も大きく変わります。2025年はテスラが始まった年でした。2026年はその始まりが本物かどうかを見極める年です。このチャンネルではこれからも希望ではなくって実際に現実に何が起きているのか、この視点でテスラを見ていきたいと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。はい、新年明けました。今年もよろしくお願いいたします。僕自身、今年も毎日淡々とテスラ情報を追って YouTube でアップしていきたいと思っています。それに加えて僕はもっと AI を勉強し、この YouTube にも入れていこうと思っています。これからは間違いなく AI の時代です。生活においても、学習においても、仕事においても、投資においても AI が入ってくるんです。ただ、この AI に関しては進化が早すぎて追いつけないっていう方も多いと思います。僕もそうです。だからこそ日々 AI について勉強し、実践の場として YouTube にもどんどん入れていこうと思っています。また今年は実際の撮影した動画、こちらを増やしていこうと思います。ここが僕の苦手なところではありますので、ここは増やしていって自分自身のスキルアップを目指していきたいと思います。そして今年も全国いろいろと行き、いろいろな人に会い、行動をどんどん起こしていこうと思っています。そして皆さんと実際に会えたらとも思っています。直近では1月23日に熊本のエコファクトリーの大観会、2月9日は東京支社でエコファクトリーの大観会、また1月30日と31日で滋賀で真冬の琵琶湖を EV でドライブ、ソーラーシェアリングを使った農業見学っていう企画もしています。これらはまだ参加も OK なので、来れそうっていう方はぜひ一緒に行きましょう。実際の申し込みは僕の公式 LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今年も勉強し、行動し、成長していこうと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。そして皆さんにとっても素敵な一年になることを祈っております。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な元旦をお過ごしください。ではまた。